はようございます。たかしです。本日は10月13日金曜日、ただいま9時41分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。YouTube のメンバーシップがリニューアルいたしました。今までよりさらにお得になったプランをご用意してます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね、昨日は陰線となっております。その前の日が陽線だったんですけれども、この日足の GMMA の青帯を水曜日に上抜けてきて、そして木曜日、昨日はもう一度この青帯付近まで戻されてしまいました。現在はこの青帯付近で値固めをするような動きをするのかなという印象。昨日もお話ししてましたが、現在大枠ではレンジを想定しておりますので、ここからどんどん上昇とか、ここからどんどん下落という大きなトレンドを作るイメージではなく、もうしばらくこの辺で揉み合うのかなという、こんな緑の矢印のイメージですね。この値幅というわけではなくて、現在地の GMMA を挟んでこの辺で値固めをしてからの次の上昇に向かうのかなという印象が持てます。ストキャスティクスは現在高値圏にありますので、昨日の下落がここからの下落の初動になる可能性がありますので、今はレンジの上限付近かもしれないですね。ここから下落するのであれば、もう少しこの GMMA を挟んで上がったり下がったりっていうところをイメージしておきたいので、今ストキャスティクスを見る限りは本日はもうちょっと下落方向に動きやすいのかなという印象が持てます。現在レンジを考えるとこの白のラインですね、183.9 付近から 178.5 付近のこの白のラインの間でのレンジになるのであれば、ここからレンジ加減を目指す可能性もあります。ただ今のところは GMMA の上に乗せてきておりますので、この GMMA の上にある間は上昇しやすい、そういうところにありますので、本日もし GMMA の青帯を明確に下抜けるようなことがあれば、もしかするとこの加減の 178.5 ぐらいまで下落するというところも考慮に入れておかないといけないかもしれません。チャンネル登録してね。では4時間足です。日足ではストキャスティクスが高値圏からデッドクロスするのかというところ。ただし4時間足は今ストキャスティクス安値圏に差し掛かってきましたよね。昨日の下落が強かったので一気にストキャスティクスのこの過熱感を解消しに動いてきました。そして次は今安値圏にありますので、ここからの次の上昇のタイミングっていうのを見ておきたいんですが、もうちょっと上値は重いのかなという印象も持てますので、インジケーターを見ている限りはもう少し上値が重そう。そしてこの黄色のボックスの中に戻されてきましたよね。一旦ボックスを上抜けたんですが、結果的に昨日この下落でボックスの中に戻されてきましたので、再びボックスの中を動くのかもしれませんね。今のところこの GMMA の青帯付近にありますので、ここでサポートされればもう一度昨日の高値を目指して上昇するでしょうし、ただその手前にはボックスの上限がありますので、ボックス上限付近からの折り返しっていうことも考えられます。基本的には今4時間足で上昇トレンドを作ってますので、このトレンドを崩すまでは上昇していくと考えます。では1時間足です。1時間足は4時間足と違って今度 GMMA の青帯の下に入ってきましたね。昨日までは GMMA の青帯の上で動いていたんですが、昨日の下落でそこを下抜けてきましたので、本日は今度 GMMA の青帯っていうのがレジスタンスになる可能性があります。ちょうど現在 GMMA がある付近っていうのはこの黄色のボックス上限付近になりますので、一旦は調整の上昇をするでしょうけれども、また黄色のボックス上限、そして GMMA の青帯付近ではそこから上値が重くなって下落に向かう可能性がありますので、そこは注意です。4時間足は現在 GMMA でサポートされて上昇するのかというところですが、上昇したところでは次1時間足の GMMA でレジスタンスされる、そういうところにもありますので、この狭い値幅ですね、現在地付近から183円付近までの間の狭い値幅での動きになってくる可能性というところを考えておきたいです。基本的には上値は重いと思いますが、4時間足上昇トレンドで底堅い動きもすると思います。上がったところでは売られやすいし、下がったところでは買われやすい、難しい動きをすると想定しますので、特に本日は金曜日ですので、無理なトレードは控えていくのがいいと思います。では次はドル円です。ドル円もポンド円と同じくもうちょっと揉み合うのかなというところ。ただし現在ドル円のターゲットはオレンジのこの平行チャンネルの上限を目指しておりますので、だいたい現在地で言いますと152円ぐらいが現在、もしこの平行チャンネルの上限まで到達するならば152円っていうところが次天井になってくると考えられます。
ただしこの平行チャンネルの上限を必ず達成するとは限りませんので、そこは盲信しないようにお願いします。そして現在冷やし単位ではこの GMMA の青帯で今まで上昇してきたんですね。GMMA の青帯に沿ってずーっと上昇してきました。そして今週のこの動きを見ていると GMMA の青帯付近まで下落していて、そこからの陽線3本、そして本日がどうなるかですね。直近の高値を超えられるかどうかっていうところに注目ですが、ストキャスティクスはそろそろ高値圏にありますので、ちょっとここからの上昇、もしかすると上昇していたとしてもこの平行チャンネルの上限を目指すような上昇ではなく、やはり大きめのここでのレンジになってくる可能性も考えておくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足ではこの先週の火曜日の大きな陰線の中にあるハラミ足状態です。その中で今赤の平行チャンネルを描いておりました。先ほど日足で見えていた平行チャンネルがこのオレンジのここが上限ですね。なので日足の平行チャンネルの上限までは結構距離があるんですが、今はその前にこの赤の平行チャンネルの中で動いておりますので、その中でのターゲットを見ていきたいところですね。現在はこのまま上昇していくと考えると、このあたり 150.7 とか150.7 その辺ですね。150円の後半ぐらいですね。もしくは151円っていうところ、そのあたりを目指して現在は上昇中ですので、今は平行チャンネルの中で動いてますが、今センターライン付近にありますよね。ですのでこのセンターライン付近でサポートされれば次の上昇を考える。その場合は次はこの平行チャンネルの上限を目指してきますので、そうなると150円後半から151円ぐらいを目指して上昇していくと考えられます。ただし4時間足のストキャスティクスも高値圏にあるんですよね。先ほど日足のストキャスティクスもそろそろ高値圏っていうところだったので、昨日は強めに上昇してきましたが、本日その上昇の流れを引き継いでどんどん上昇できるかっていうと、そういう印象ではないですね。今のところストキャスティクスが高値圏にあるということは、過去のこの高値圏からのデッドクロスを見ていると、ここの下落ですよね。10月6日の金曜日からの下落っていうのがありますので、比較的大きく過去下落しているんですね。ですので今回もストキャスティクスまだデッドクロスしてませんが、これがデッドクロスしてくるようなら、ここから比較的大きめの押しをつけに行く可能性もありますので、その辺は注意です。昨日強く上昇してきたからといって、ここから押しを作らずにまだまだ上がっていくっていうのも可能性としてはあるんですけれども、一旦深めの押しをつけてくるっていうのが今インジケーターを見ているとそちらの可能性もありますので、どちらに動く可能性もあるっていうところは考えておきたいです。では1時間足です。4時間足ではどちらに動く可能性もあるですが、基本的には今上昇トレンドですので、その中での調整の下落、もし下落がするのであれば、今は上昇トレンド、日足も GMMA 上向きでしたよね。4時間足も GMMA にサポートされて上昇してきていた。そして1時間足も GMMA 上向きで今上昇トレンド中ですので、基本的には上昇していくと考えるんですが、その中で調整の下落をしてくるかもしれませんねというところですので、その辺注目です。1時間足には黄色のボックスを描いておりました。このボックスを昨日強く抜けてきたので、まずは GMMA の青帯ですね。そのあたりまでの調整の下落は待っておきたいところですね。ただ、先ほど4時間足で見ていたこの赤の平行チャンネルのセンターラインっていうのを上抜けてきてますので、本日このあたりで値固めをしてくれば、そこからのもう一段上昇も考えられます。その場合は直近の高値 150.1 ぐらいを目指すと考えますが、もししっかり押しをつけてくるのであれば GMMA の青帯ぐらいまで一度下落してからの上昇っていうのがイメージできますので、どちらにしても押しをつけない時の上昇についていくのは優位性がありません。4時間足のストキャスティクスは高値圏、1時間足も比較的高値圏にありますよね。ですので、まずはインジケーターのこの過熱感の解消、そして押しをしっかりつけるっていうところをイメージしておくのがいいと思います。もちろん押しをつけずに上昇することはありますが、基本的なトレードの考え方としては押しをつけたところからの押し目がいい。押しをつけずに上昇していく場合は次の押しを待つという考え方をしておくと勝率の高いトレードができますので、その辺参考にしていただければと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。